BTS のメンバーが様々な企画やゲームに挑戦するオリジナルバラエティ番組RUN BTS。ステージの上で見せるかっこいい表情とは、また違った BTS メンバーの姿を見ることができる全アーミー必見のコンテンツです。BTS は芸人だったのかと思うほど面白くて、毎回爆笑させられますよね。どの回も本当に面白くて爆笑間違いなしなのですが、今回は個人的におすすめな神回参戦を紹介していきます。RUN BTS で絶対に見てほしい神回参戦。BTS によるバラエティ番組RUN BTS の配信が V ライブで始まったのは2015年の8月。そこから2022年3月現在、155話ものエピソードが配信されています。ゲームやクイズで対決したり、スポーツや料理に挑戦したり、遊園地や旅行を楽しんだりと、本当にバラエティに富んだ企画ばかりで、毎週の配信を楽しみにしていた人も多いのではないでしょうか。残念ながら、現在、新たなエピソードの配信を休止していますが、過去のエピソードを何度見返しても飽きないほど、本当に神回ばかりですよね。BTS メンバーのバラエティ力の高さと仲の良さ、そして時には彼らの絆の深さが感じられる感動的な回もあり、神回揃いのRUN BTS ですが、その中から超厳選しておすすめ回を3つご紹介していきます。EP39 から41バンタンゴールデンベル。まずご紹介するRUN BTS の神回は、ジミンによる名言ラジモララが生まれたバンタンゴールデンベル回。BTS メンバーが2つのチームに分かれてゲームをする企画で、2話にわたって7つのゲームで勝負しました。どのゲームでもメンバー全員勝つために全力で取り組む姿がすごく面白いのですが、やっぱり一番盛り上がったのは EP41 で放送された伝言ゲーム。ルールはヘッドホンをつけた相手にお題である単語を話し、お題をきちんと伝えられれば勝ちというもの。音が聞こえないため、口元と表情で伝えようと大げさに単語を発声するメンバーの必死な顔がめちゃくちゃ面白いです。この伝言ゲームでファインプレーを連発していたのがジン。ジンは伝言の最後にお題を回答する役でしたが、伝言する中で変わってしまった単語を軌道修正。途中は間違っていたのに最後には成功するという奇跡を何度も起こしました。そしてここからジミンのあの名言ラジモララが生まれることになります。その時のジミンの必死の形相とラジモララという独特の発声が癖になるぐらい面白いので、ぜひ実際にRUN BTS の EP41 で確認してみてくださいね。EP63 から65ダルバンスクール。続いてのRUN BTS おすすめ神回は EP63 から65で3話にわたって放送されたバンタンスクールです。この企画では先生役のシュガと6人の生徒が様々なゲームで対決。先生なのに無気力すぎるシュガや黒板にペンで文字を書こうとするポンコツ RM、同級生をお金で買収しようとするお坊ちゃまジンなど、メンバーそれぞれのキャラクターが際立っていて、序盤からとても面白いです。音楽の時間に行われたハンドベル対決では、うまくベルを鳴らせ、ない J-HOPE を睨みつけたり、シュガにプサンなまりで抗議したりと、ジミンのプサン男子っぷりを堪能することもできます。そんな見どころたっぷりのバンタンスクールですが、一番のハイライトは、やっぱり EP65 に放送された国語の時間のミントチョコ討論。ミントチョコ好き派と嫌い派に分かれて討論しますが、メンバーそれぞれに決められた NG ワードを言ってしまうと水鉄砲が飛んでくるというルールです。このゲームの MVP は間違いなく J-HOPE。自分の NG ワードがいつまでも分からず、繰り返し NG ワードを発言してしまい、水鉄砲を浴び続ける J-HOPE の表情が面白すぎます。J-HOPE の NG ワードが何だったのか、EP65 を見てチェックしてみてくださいね。
そして、このチョコミント討論会が好きなアーミーにおすすめなのが EP131、132で放送された77分間討論。チョコミント討論と同じように2チームに分かれて討論する企画ですが、場所を屋内プールに移し、罰ゲームの水量も超パワーアップ。びしょ濡れに乗りながら討論する BTS メンバーがすごく楽しそうで、こちらもかなりの神回です。J-Hope も過去のエピソードを振り返った回で、僕はこの回が一番面白いと思うと話すほどだったので、ぜひこちらも見てみてくださいね。また、シュガに代わってジンが先生を務めた EP112、113のダルバンスクール2も爆笑シーン満載でおすすめです。EP53 から56バンタンピクニック。3つ目の欄 BTS おすすめ神回は EP53 から56で放送されたバンタンピクニック。7人でバスに乗ってピクニックに行くという企画ですが、大爆笑あり、感動ありの超神回なんです。行きのバスではおやつをかけたゲームで大盛り上がり、買い出しのスーパーでは勝手に始めたゲームに負けて、ジンがピクニックの場所まで歩いていくことになりますが、それにジミンが自主的に付き合うシーンはとてもほっこりします。そして、ジンとジミンがいなくなったバスの車内では、チョングクが2人いなくなっただけで、どうしてこんなに寂しいんだろうと、つぶやき J-Hope が、やっぱり、バンタンは7人一緒じゃないと応じる素敵なシーンも、ピクニック場所に到着して行われた手をつないでするダブルスバドミントンや足球では BTS メンバーがポンコツすぎてどんどんルールが簡単に。いつもメンバーに甘々なスタッフもBTS の楽しいところですよね。ゲームを始める前に挑戦って言っていない。だから今の失敗は無効。と何度も挑戦する BTS がとにかく可愛くて面白いです。その後も夜ご飯当番を決めるボードゲーム大会や毎度盛り上がりすぎるカラオケ大会など見どころだらけですが、個人的にとても好きなのは自由時間に楽しそうに遊ぶ J-Hope、ジミン、テテ、チョングクの4人の姿。自由時間なのに罰ゲームまで設定したゲームを自主的に始めて心底楽しそうに笑っている姿は面白いだけではなく、彼らの仲の良さを感じてとっても癒されます。別の部屋で寝ていたはずなのに気がつけば弟たちのゲームを見て楽しんでいるジンの笑顔も最高です。そしてピクニックの最後はキャンプファイヤーでメンバーに向けた自作の詩を朗読。テテがそれがどうしたという意味の方言クムシラコをメンバー一人一人に向けて読んだ詩は何度見ても感動します。特に来世は石になりたいというシュガに向けて、僕がいつもそれを身につけて美しいところにたくさん行くよという部分はテテの美しい感性と優しさがにじみ出ていますよね。他のメンバーが書いた詩も本当に素敵なので、まだ見ていない方はぜひEP56 を見てみてくださいね。この回はみんなで遊んだり料理をしたり、インザスープシリーズのような雰囲気で、いつも以上に素で過ごす楽しそうな BTS メンバーの姿を見ることができるので本当におすすめです。この回が配信された後に、ジミンが Twitter にアップしたポラロイド写真からも、このピクニック会がとても楽しかったことが伝わってきますね。まとめ、いかがでしたか？今回はこれまでに放送された BTS のバラエティ番組BTS の中から爆笑間違いなしのおすすめか未回参戦を紹介しました。改めてBTS は本当にどの回も面白くて神回ばかりだなと感じました。2022年3月現在は休止中のBTS ですが、またいつか7人がBTS で楽しそうにはしゃぐ姿を見られたら嬉しいですね。復活を楽しみに待ちましょう。